弟たちの時代は方言札があったさ。いや、父さんよりもっと前の時代だな。あ、そっか。で、にゃにゃかの世代は今方言喋れんさ。方言っていうか何、弟たちみたいなネイティブ方言喋れんさ。でも弟たちも教えなかったさ。それはそれは沖縄県がその廃藩置県っていうのがあって、沖縄県で明治維新の後に沖縄県としてやっていくんだけど、その一つの国の中で沖縄から出ていって中央に出ていって、あの頃はもう富国強兵で日本ももうどんどん殖産工業とかそういう工業がもうどんどん発達していく中で、発展していく中で、沖縄は仕事もない貧乏な県だから、そこでどうするかって言ったら、女性は紡績工といって、織物ね、そういう紡績の仕事を、日本のもう繊維っていうのは世界にもあの頃どんどん出ていく時代だから、紡績の仕事、日本の映画にもあったさ、紡績織江って言って、そういうのが出る。これはもう沖縄だけじゃなくて全国から集まってきよったわけ、東北とかね、ああいうところのその貧しい農家とかいうの来て、大阪とかその辺で紡績の仕事をしたりしてやりよったけど、沖縄からも行く。で男性も男性で、その沖縄では飯食えんから、向こうで男性はいろいろ建設業とかそういうの仕事についていくけど、そこで日本語が話せんから、うちなうち話したらもう向こうと意思疎通ができんわけだよ、そういう日本語の標準語の勉強もしてないから、もう全部もううちなうちマンチャーの言葉でやって、でもそういう背景にあって、向こうは沖縄人はまともに日本語も話せないって言って、そしたら話せんもんだから、余計またうちなんちゅうはあっちで紡績工とかいうのは沖縄の中でもあんまり勉強してない人たちの方だから、ね、沖縄でもその師範学校とかそういうふうに出て行ってる人たちはちゃんと教科書があって、日本の教科書、日本の教育で訓練されていくけど、もともと沖縄は教育をしてない国だから、琉球の時には全然民百姓は学問するなだから全然勉強もしてない、字も書けない、日本語も話せない、日本語という標準語がね、そういう中で出稼ぎで行っても向こうの人とうまく話できんから、もう沖縄人はとか言って、でそうなるとまた自分たち守るために自分たちで固まって生きていくことになるさ。そしたらその生きていく中でも有名なのが、その大阪では大正区とかで、横浜川崎とかね、で沖縄の人が集まる集落、今の中国人が集まるとか、南米から帰ってきた人たちが、そのブラジルの2世3世が群馬の太田市とかね、静岡のそういうところでいっぱいみんな同じとこ集まってやるさ。外国からの移民問題も今そうさ。クルド人が埼玉にみんな集まってそこでごちゃごちゃしてるとかいうように、うちなんちゅううちなんちゅうみんな固まっていって、ただもう助け合いながらやっていくけど、そういう風な現状があって、でそこではもう沖縄の人集まって、みんな酒飲みだから酒飲んでワイワイ騒ぐとか言って、言葉も何言ってるかわからんということで、沖縄人お断りとか言って、うちも簡単に借りられない時代があったわけだ、明治以降だから。そうなったらいかんということで、その沖縄県の方としてももうちょっと標準語をしっかり勉強しなさいと、そうしないとその日本のもう全体の流れの中で取り残されるよということで、標準語励行運動っていうのを奨励したわけ、でもう早急にそれを根付かすために方言札っていうのを考えて、そこに方言使いましたというね札を下げさせられて、で学校の中では札を下げたままやる。でこれはもう密告制度と同じように、そしたら誰々も
先生南も方言使いましたって言ったら、南 OK じゃあ南と交代って言って、この方言札を南に今度こんなになったらしいわけよ。でそういうのがあって、あの頃父さんたちより一世代、まあ80代以上の人たちぐらいだろうなはそうやったけど、ただ父さんたちの時からこれもちょっとひどすぎると、札も下げて、小学校1年生でこんな札下げさせられて、もうあっちかってするぐらいだったとかいう話を、それひどいということで、それはやめになったけど、父さんたちの時には学校で標準語礼語はずっと続いてたわけ。でお家ではうちら口使ってたけど、ただもうあの頃からでもこの町方とかも那覇とかね、与那原でも与那原の商人中心街とかは子供たちにも標準語、うちでも標準語使わしてたわけ。だけどその板式とかお父さんたちの時のうちではもう全部うちら口やって、おじおばあもいらっしゃるから、だからいい日も全部習いながら、ただ学校一旦入ると標準語になる、というやり方してたけど、それでも友達同士はもう全部うちら口でやってたさ。でその代わり方言札はないけど、なんか生活のそのチェックとかあって、終盤っていうのが方言使ったとか、朝遅刻しなかったとか、挨拶をしたとか、そういう中にその方言使ったとかいうのでチェックする部分はあったけどね。だからそうやらないと日本という一つの国の中で中央出ていくには戦えないだろうと、置いてきぼりに食らうと。ただもうその頃でもうちらのその師範学校とか、まあ今でいうもう大学プラスというかね、県立一中とか二中とか女子師範とかいうのは、そこに行った人たちはみんなほとんどがもう先生になる、あるいは内地の大学まで行く人たちもいて、その人たちの中では別にその標準語礼語とかいうのも何もないわけさ、みんなもう普通に日本の教育も読み書きからずっとやるから、優秀な人たちだから別にもう不自由なく話して、逆にその人たちはまたうちらのもう誇りというかね、負けたむるかあるから、中央行っても相当活躍した人たちもいるわけで、まあ有名な人ではその神奈賢和って言って天皇の官長と言われた人もいるわけです。日本海軍の中でもトップクラスまで上り詰める人もいるわけで、この人はその前の昭和天皇だな、今天皇皇后その昭和天皇ひげは生やした戦争の時の人が皇太子の時にヨーロッパ留学っていうかね、ヨーロッパにその勉強しに行く時に送った船の艦長はうちなんちゅうだわけ、神奈賢和って言って、でその人はヨーロッパもう南回りで行くわけだから、日本からで、その時にも皇太子天皇にぜひ沖縄に寄ってくださいって言って、で沖縄に寄ってもらおうということで沖縄に来るんだよ。それ寄ったのが与那原なんだよ。でこの三井島のあそこのそばに碑があるよ。皇太子なんとなってるかな、まず行ってみ、その上陸の碑がある。だからまあそのぐらい逆に一生懸命になってその日本の中で沖縄に生きていくためには負けていかんということで一生懸命やって上に行く人たちもいるし、また大浜信元とか行って法政大学の学長とかね、他なんとかって言って東北大学の学長とか戦前戦後までいるわけだけども、戦前から勉強した人たちで、そういう人たちもたくさん沖縄出してるわけ。あの人たちにはその被害根性何もないわけよ。沖縄もその日本の一県で我々も上に行こうとか、その今は沖縄も被害ばっかり語って我々は差別されてるっていうけど、前はその日本がその明治維新で一つのその日本国を作る時には
戊辰戦争って言ってその薩長連合政府側の兵隊がどんどんその北へ行くけど、幕府軍もあちこちまだ抵抗してるわけですよね。うん、その時に、最後は北海道で終わるけど、函館に五郎閣って言ったかな、そこの戦闘で終わるけど、福島とかで有名なのは白虎隊だよ。幕府側についてやるけど、だからその人たちは政府軍にあとは鎮圧されて明治政府ができて、その後はこっちはもう要するに賊軍だから反対で日本と戦った人たちだからものすごい迫害を受けるんだよ。日本に反対したっていうのはやるけど、逆に東北の人たちはそれをバネにして東北魂を出しているわけだ。自分たちはもうその一つのこの政府から負けたところだけど、同じもう国づくりの中で我々もその力を持ってやっていかんと言って、東北全部相当頑張って政府にどんどん入っていくわけだ。やられます。うちのは負けたからじゃあ差別されたとか言って、その違いが大きいわけで、何の話話を戻すとなんでお父の世代はお父の世代内名口教えられてないなっていうのは、その明治維新の後にそう沖縄がなんだっけ、標準語観光令だった。そう標準語令以降で日本の中で例えばもう中学卒業してでも集団就職とかもあるから、あの時に行ってまともに標準語話せないと向こうの人と話できるんでしょうということで徹底的にその標準語だから集団就職で行く中ではその津軽とか東北の人たちも向こうで固まったわけよ。あっちの言葉も通用しないから東京で大阪でって。じゃあお父が言ってるのはそれもともと喋れた人たちもいたけど、その世の中の流れで標準語についていかないと競争できないっていうことだったと思うけど、じゃあもうその人たちの子供の代が生まれて、あえてもう教えないっていうのは、もう日本人じゃないけど日本の中でちゃんと戦うって考えたら内名口をわざわざ教えてる暇はねえっていう。もうその必要もないわみたいなね。で沖縄の中でもこの教育自体はその日本教育、日本はもう一つの単一教育をやってるわけだから、その教育をしてできるだけその上に上がっていって負けないように頑張らんといかんし、そこでいちいちその2つの言語を教えるようなそんな暇をねやる必要もねえと。で沖縄の中でも例えばその役所とのやり取り、企業としての仕事上のやり取り、これ内名口は使わんわけだから、だからそれはもうあえて訓練してやる必要もないしと。だから訓練してやる必要あったのは芝居師だけだよ。芸能内名芝居やる人たちはその中でやってきたけど、通常の生活の中でもうその内名口までやる必要はなかったわけだよ。学校行ったらみんなもう標準語だから、あえて沖縄で自分家庭で内名口を教えて内名口使ってやっていっても、逆になんかその差別の中で内名口も生きてきたから、内地行ったら沖縄人って言われて、それをあえて自分の家であえて自分の子供たちに方言を教えようとしなかった。その言葉覚えて何の意味があるというね。だから亡くなる運命にある生活の中ででも今本当に亡くなる運命をたどってるさ。亡くなっていいと思うよ。いいの？失礼だけど、ただ言語としては残さんといかんから、これが脈々とちゃんとできる体制が沖縄にあって、これが芸能でありね、歌であり芝居であり、そういう中でだってうちの芝居とかいうのはほらエイサーとかそういういろんな十五夜踊りとかでもそうだけど、板式とかでもそういう文化は残ってるさ、そういう中でしか生きていけない生きていかないと思うよ。それをコミュニケーションの中の言葉として何の意味があるのという。
でも今の若者世代は、内な口がなくなってしまうから、なんか学ばないとっていう考えとかも風潮もあるんだけど、別に音目線からしたら、それはいい。そういう気持ちで、分かる分やるのはいいけど、ただあなた方のこれコミュニケーション手段になりませんよって言ってる。暴風もいい日も分からんのに、内な口ですって言って喋らないってもんじゃないよと。残すっていうんだったらきっちり残していかんといかんから、それが沖縄芝居であるとか、あるいはそういう研究、あるいは文献として残してもいくものであって、生活の中のコミュニケーション手段としての言語の内な口っていうのは、もうなり得ない。それはないですよ。じゃあなんかあれか、例えば歌舞伎みたいなもん、歌舞伎役者の喋り方は普段しないけど、芸能としてちゃんと型があって、やるものになるってこと、なっていくだろうってこと。そう、なっていくだろう。で、父さんは、この、内な口でもこの、普段も尊敬語、謙譲語、普段の同級生の中での言葉というのもその使い分けて、さっき言ったようなウーフ、イーヒーっていうのを使い分けてやるからなんてことないけど、父さんその仕事の上で、お年寄りといろいろ会話するのがあってね、保険でもいろいろ事故があったりなんかでその説明言ったりとか、こっちがお年寄りにその内な口で、はい、ワネヌエビンド、うんじょありえびさや、兄さんね、兄さんあんた私をバカにしてるのって言われたことあるから。音が？うん。で、私標準語わからんと思ってるのあんたはって言って。で、こっちは丁寧にしたつもりがね。こういう感覚もあるなと思って。逆の反応をされたってことね。思ってたのと。そう。だから、例えば若者がこの手段として内な口勉強しようとして、例えば中途半端に勉強して父さんなんかの話してきたら、ちょっとやめてくれんかと。ね。あんたの言い方失礼だよという。じゃあもう今どの世代が喋っても地雷を踏む可能性があるね。そう。これは、こういう内なの言葉があるっていうことで、まあ趣味の一つで若い者が分かる分で勉強して、それなりに横で話するのはよしだな。そういう力しかない。だからヌーとかよく言うじゃないですか。沖縄のヤンキーの言葉で、ヌーと、やや、わがとか言うじゃん。あれ、もう間違ってる。だからこれは、下手に内な口を使おうと言って、残したがゆえのもうチャンプルーなってる。内な口と標準語とのチャンプルーだよ。やったや、周りに行くばとか言うじゃん。何それって。でも一応その土地の個性っていうかアイデンティティとしてみんなできないけどできる限りのヤンキー方言で喋ろうとはしてるわけさ。失礼に値するとかわからんけど。だからもうそういうレベルの話になっちゃうよという。じゃあ音的には別にこれからまた復興っていうかまた喋り言葉っていうかコミュニケーションとして残していこうみたいなのはわざわざやらなくても、やれない、もうやれない。もう一つの国として単一用語はどんどん中央集権的にその日本という中ができていく中で、あえてここで自分なんかのそのコミュニケーションとしての言語を復活させる、とんでもないなんか無駄な労力だ。だからこれ無視性じゃないわけ、なく性じゃないわけ。だからこういう文化として脈々とつないでいく分であるけど、じゃあ津軽の言葉の津軽弁なんていうのはあっちのおばあたがなんぞら全然意味わからん言葉を使うわけよ、同じ日本の中でも。沖縄だけじゃないんだよ、だからそれを一生懸命子供たちに教えてるかって言ったら、今はもう全国でそんななってきてる。東北行ってもあんまりずらずらとか東北弁でというのは若者の中でも向こうもどんどん減っている、これはもう一つのもう国づくりの中でもみんなが普通に会話できるようにっていうことでなってて、
その地方は地方だけでお互い横なってやる分はまあやれる分やればいいさであって、あえてこれをだからあえてこれを例えば塾みたいにやるんであれば、それは趣味がある人が内縄口講座みたいなのでね、ある程度勉強するのはいいですよ。これコミュニケーションするんだったら、まあ、横でやる分にはいいよ。これお年寄りに言ったら叱られる。ただお年寄りって言ってもどんどん死んでいくから、上の世代はきっちり分からん連中が分からん連中同士のコミュニケーションをする。ただほらこういう沖縄芸能界の中でも結構ほら準選手とかいうのもいるし、マヤのバイロンっていうのもいたさね、与座だったなんとかバイロンって言って。ハーフの顔をアメリカでらしてるのが、彼はものすごい立派なうちなんですかやって、で彼らもう勉強しながら一生懸命で、デニーも知事も結構うちなうち話せるとは思うよ、おばあちゃんに育てられてるからね。だからそういうふうなこれをやろう、まあ南なんかでもさ、それ勉強しようと思うんだったらそれ勉強してこんなというふうになるのはそれはいいでしょうけど、まあ自分がものすごく勉強して準選手になったとしても一緒に使い合える人が島にもう5人ぐらいしか残らないってことだからね。だからそうなのさ、だから準選手なんかでも芸能界のお笑いの中でお笑いの言葉としてしかも今はそれをさこっちの世代からしたらすごいって思うし、上の世代からしたら面白いって思うわけじゃん。若いのにこんなしてからってなるけど、面白くない？面白いよ、ってなるけど、どんどんまた弟たちもみんな死んでって分からない人たちになったら次はもうわけわからなくなるからただうちな口はちゃんとうちな口のもう辞典とかも書物もあるし、うちな芝居って言ってそのうちな口も使いながらやるね、交互体でやるわけでしょ。ああいうのは普通のおしゃべりとして、そういうのは引き継がれてはいくわけだから、芝居として。じゃあむしろとは内な口をみんなに伝えるっていうよりかは、例えば琉球舞踊とか、この民謡とかエイサーとかそういう伝統芸能を残していくことで、そこに残っている、歌詞とかの言葉としての歌詞であるし、芝居としての言語会話があるわけだからなっていくってことね。そうまあでももう日本の大河ドラマみたいなもんか。まああれはちょっと聞いてても全くもって意味がわかるから。現代風だよあれも。ああそっか。まあじゃあそういう風になっていくってことか。まあじゃあ別に悲しむことではないってことね。そうよ。これはつれづれなるままにもうなくなってと。だからこれを完全に無視してゼロになるんじゃなくて、日本の文化も昔からのは本にして残ってるじゃないか。はい。万葉集とか